皆さん、こんにちは。今日は一風変わった、しかも身の毛がよだつようなテーマです。チカチーロという人物を知らない人はいないと思います。しかし、歴史の中にはチカチーロを超える恐ろしい動物たちがいるんです。今日は人間の命を無残にも奪った動物、それも殺人を快楽としていた彼らを一緒に思い出していきましょう。では、殺人鬼トップ5をご紹介します。ランキング第5位は、1915年に北海道の三毛別という村で事件を起こした動物です。三毛別からあまり遠くないところに、ケサガケというニックネームで有名な巨大なクマが住んでいました。このクマはしばしば村に降りてきてはトウモロコシを食べ、地元の人を困らせていました。困り果てた地元の人たちはクマを仕留めようとしたのですが、失敗に終わりました。クマは傷を負い、慌てて山へと逃げましたが、この時人間への憎悪が芽生えたのです。そして1915年12月、ケサガケは村に戻ってきたのです。ケサガケは物音を立てずに一軒の農家に入り込むと、まず子供を殺し、同じくその場にいた子供の母親に手をかけようとしました。女性はその場を逃げようとしたのですが、結局逃げきれず、そのまま森へと連れ去られてしまいました。第一の発見者はこの家の主人でした。仕事から帰ると血まみれになった床や壁が彼の目に飛び込んできたのです。状況を知った村人はすぐに現場へと駆けつけました。この日、村人30人が森の中へ入ることになり、熊退治と女性の捜索が行われました。発見された足跡は真新しかったため、ケサガケを探すのにそう時間はかかりませんでした。ケサガケを見つけた村人は銃で殺そうとしましたが、仕留めることはできませんでした。ケサガケはこの時、村の守りが手薄になっていることに気がついたのか、山を回って村に戻り、さらに一軒の民家を襲ったのです。そして2人の幼い子供と身ごもっていた女性が犠牲になりました。目撃者によると、この時女性は子供たちは殺さないでと必死に懇願していましたが、全く無駄だったそうです。漁師たちが自分たちの判断ミスに気づいて急いで村に帰ると、そこには死体だけが転がっていました。もちろん村には見張りもいましたが、恐怖に怯える村人をよそに彼らは屯所に身を潜めていたのです。そしてわずか数日で7人もの命が奪われました。最終的にいくつかの村の漁師たちが力を合わせ、ケサガケを仕留めることに成功し、この恐ろしい事件は幕を閉じました。しかし、事件の後もたくさんの人がケサガケにつけられた傷が原因で命を落としました。村は危険な場所だと判断され、村人はそこを後にしました。現在はゴーストタウンになっています。ランキング第4位はあまりにも悲惨な事件だったため、その事件をもとに長編映画が作られたり、本が書かれたりもしました。この事件は1898年、ケニアにあるツァボ川の鉄橋工事現場で起こりました。この時、現場総監督はジョン・ヘンリー・パターソンでした。工事は順調に進んでいましたが、ある日の夜、キャンプから忽然と労働者が消えるようになったのです。最初、誰も状況が把握できませんでした。しかし、すぐに人食いライオンが原因だと分かったのです。このライオンはたったの2頭で、後に判明しましたが、兄弟だったそうです。この2頭を仕留めるためにハンターが派遣されましたが、結局捕まえることはできませんでした。ライオン2頭は数ヶ月にも及び、キャンプを襲っては労働者を茂みに引きずり込みました。やがてこの2頭はだんだん大胆になっていきました。当初2頭は捕まえた獲物を遠くまで運んでいたのですが、次第にキャンプの数メートル離れたところで食べるようになったのです。労働者はテントの近くで焚き木を燃やし、柵を設けましたが、全く効果はありませんでした。
2頭のライオンは焚き火も柵もうまく通り抜け、巧みに獲物を引きずり出していったのです。しばらくすると、この2頭の兄弟はさらに大胆になり、昼間も人間を襲うようになっていきました。人々はこのライオンの大きさと獰猛性から悪魔だと考えるようになり、2頭はゴーストとダークネスと呼ばれるようになりました。死者が100人を超えると、労働者は我先にと一斉に逃げ出すようになり、列車は逃げ出した労働者で溢れ返っていました。そして鉄橋工事は中断せざるを得なくなったのです。この状況を見かねた現場総監督のパターソンは、自ら銃を手にし、モンスターを仕留めに行くことにしました。彼はすぐに人食いライオンの巣穴とそこに残るたくさんの食い荒らされた遺体を発見しました。しかし通常、ライオンは獲物を巣穴に溜めておくことはしません。さらに140人も殺されたというのに、実際はその半分も食べられていなかったのです。そこからこの2頭のライオンが快楽を得るためだけに繰り返し人を襲っているのではないかという結論に達しました。つまりこの2頭はただの人食いとは違い、正真正銘の殺人鬼だったのです。12月9日、パターソンは1頭を発見し、死の恐怖と隣り合わせながらも射殺することに成功しました。2頭目はそれから20日後に仕留められました。そして人食いライオンによる血の宴は幕を閉じたのです。その後労働者は現場に戻り、鉄橋は無事完成しました。次にご紹介する恐ろしい事件は、1764年、フランスの北部にあるジェボーダン地方で起こりました。事の発端はある夏の日でした。若い女性が何らかの生物に襲われ、無残にも殺されたのです。その1ヶ月後にも2人の子供が引き裂かれて殺され、その後9月の間だけでもさらに5人もの若い人が狙われました。やがて2人のハンターにより犯人である獣が発見されましたが、仕留めるまでには至らず、重傷を負った獣はその場から逃げてしまいました。その2ヶ月後、獣はこのジェボーダン地方でまた人間に脅威を振るい始めたのです。この獣は地名からジェボーダンの獣と名付けられました。被害が拡大してくると、国は軍隊を派遣するようになりました。しかし結局仕留めることはできませんでした。同年の10月にはハンター2人が森の入り口で獣に出くわし、銃を撃ちました。獣は地面に倒れましたが、すぐに起き上がり森の中へと逃げました。しかしこれが獣の逆鱗に触れたのか、以前にも増して人間を襲うようになったのです。でも一体何のためだったのでしょうか。空腹を満たすだけなら一人で十分なはずです。ハンターたちは考えた末、獣が快楽を得るために人を襲っているのではないかという結論にたどり着きました。まさに殺人鬼だったのです。翌年までに134人が襲われ、55人もの命が奪われました。犠牲者のうちのほとんどは子供や女性でした。驚いたことに、獣は家畜には目もくれず、人間だけを襲ったのです。そしてさらに奇妙だったのは、誰もこのジェボーダンの獣を適切に描写できなかったのです。ある人は犬と狼の雑種、ハイブリッドウルフだと証言し、また別の人はヒョウだと言ったのです。この獣は落とし穴や罠にかかることはなく、森の中にまかれた餌にも見向きもしませんでした。そして3年の間、ジェボーダンの獣は守備よく人間の攻撃をかわしてきたのです。この獣は非常に知的な動物だったので、農民は次第にこれは狼男の仕業だと信じるようになりました。しかしハンターたちにより、ジェボーダンの獣がただの猟奇的な狼だという結論に達しました。唯一の問題は、この地方には何千頭もの狼が生息していたことでした。つまりどれが殺人鬼なのか判断する方法がなかったのです。そのため政府は狼をすべて殺すことにし、大量虐殺が始まったのです。わずか数ヶ月で数千頭の狼が殺されました。しかし
この中にジェボーダンの獣はいなかったため、事態が収まることはありませんでした。しかし1767年6月19日にこの血塗られた歴史にようやく終止符が打たれました。この時300人以上のハンターが獣退治に当たっていたのですが、この中の一人ジャン・シャステルが獣を仕留めることに成功したのです。このジャン・シャステルは非常に信仰熱心で、銃弾には神聖な銀の玉が込められていました。そしてちょうど彼が休憩していたところに、雑木林から突然巨大な狼が現れたのです。この至近距離でシャステルは2回銃を撃ち、2発ともしっかりと狼を捕らえ仕留めることに成功したのです。狼のお腹を切り裂いてみると、前日に食べられた少女の遺体が見つかりました。そしてこの狼が事件の元凶だと分かったのです。この獣は仕留められるまでに113人もの命を奪いました。この動画でご紹介された殺人鬼はすでにこの世に存在していません。そう、これからお話しする1匹を除いては、アフリカにあるブルンジ共和国には世界で最も巨大な人食いナイルワニが住んでいます。このワニは重さ1トン、体長が6メートル以上もあります。この爬虫類にはギュスターブというあだ名が付けられました。地元の人たちによると、ほとんどの場合遺体は食べられず、そのまま地面に放置されるそうです。つまりこのワニは人食いなどではなく、ただの殺人鬼というわけです。ギュスターブは2014年に70歳という長寿を迎えました。数十年にわたりギュスターブの捕獲が試みられましたが、全て失敗に終わっています。仕留めるためにアーカー47から撃たれたことさえありました。現在ギュスターブの体には銃弾の跡があるため、どれが人食いワニかすぐにわかります。これまで幾度となくギュスターブを仕留めたという情報が飛び交い、写真まで撮られましたが、2008年に全て嘘だということが判明しました。というのも、ナショナルジオグラフィックの探検隊によりギュスターブが発見されたからです。ということは、この人食いワニは現在も生きているのです。そのためアフリカの川で泳ぐのはおすすめしません。さて、いよいよ1位の発表です。本日私たちのランキングで史上最悪な殺人鬼に選ばれたのはチャンパーワットの人食いドラです。20世紀初めにネパールでたくさんの人が無差別に殺されました。犠牲者は増え続け、200人になると国の軍隊が派遣されるようになりました。捕獲されるのを恐れた人食いドラは近隣の国インドへ逃げ、今度はチャンパーワットという場所で暴れるようになったのです。やがてこの人食いドラはうなり声を上げながら白昼堂々と村周辺をうろつくようになり、次第に家に侵入するようになったのです。犠牲者が400人になると、インド政府は人食いドラの捕獲に絶望するようになりました。そして最後の希望として、伝説のハンタージム・コルベットにトラ退治が委ねられたのです。コルベットは人食い動物を狩る専門で、これまでに何十頭もの獣を相手にしてきました。そのため追跡方法も熟知していました。チャンパーワットに到着すると、コルベットはすぐに人食いドラを探し出しました。彼は虎が16歳の少女を食べているところを発見し、瞬時に銃で仕留めたのです。そしてこの血の惨劇は幕を閉じました。この惨劇を食い止めたコルベットはインド人に聖人として崇められています。チャンパーワットの虎は仕留められるまでに436人もの犠牲者を出し、年代記にも記されるほどでした。ということで本日のランキングは、このチャンパーワットの人食いドラが見事1位に輝きました。では今日はここまで。今日のランキングはどうでしたか？面白かったら嬉しいです。もしそうだったらお気に入りボタンを押してくださいね。あ、もちろんこのチャンネルの登録も忘れずに。これからもたくさんの面白いビデオを投稿する予定なので、お楽しみに。いい子にして待っててくださいね。では
次また会う日まで。さようなら。